俺んための胸量です。今回はメタクエスト版ビートセーバーだけでアバター動画を作る方法を紹介します。使用できるモッドの制限からパソコン版ほど多くのことはできませんが、ゲーミングパソコンを使わずメタクエスト一つで作成することができます。簡単に作れる公式アバターを使った動画と、ちょっと手間が増える VRM アバターを使った動画を作る方法の2つを紹介します。なお VRM アバターを使った動画を作るには準備の段階で一度だけパソコンが必要になるのでご注意ください。公式アバターを使った方法が基礎で VRM アバターは応用となりますので、 VRM アバターの動画が作りたい人も初めから最後まで動画をご確認いただければと思います。それでは始めましょう。まずは公式アバターを使った動画の作成方法を説明します。アバター動画を作成するには、MOD というビートセーバー非公式な機能を使える状態にする必要があります。今は Mods Before Friday というウェブアプリを使用すれば、簡単に MOD が使える状態にできます。Mods Before Friday の使い方は別の動画で解説しているので、まだ MOD が使える状態にない方は、先にそちらの動画を参考にして MOD が使える状態にしてください。MOD が使える状態になったら Mods Before Friday からアバター動画に必要な2つの MOD を追加しましょう。1つ目はビートリーダー、リプレイデータの作成に必要です。2つ目はリプレイ、リプレイデータの再生に必要です。パソコンのビートセーバーでアバター動画を作る場合は、一人称視点でプレイしつつ、同時に三人称視点で録画していますが、メタクエスト版の場合、一人称視点しか存在しません。そのため、メタクエスト版ビートセーバーでアバター動画を作るには、一人称視点でプレイして、後から三人称視点でリプレイを録画するという流れが基本となります。必要なモッドを追加したらビートセーバーを起動しましょう。はじめにビートリーダーにログインします。設定、モッドセッティングス、ビートリーダーの順に進みましょう。すでにビートリーダーのアカウントをお持ちの方は、ユーザー名とパスワードを入力してログインを。初めてビートリーダーを利用する方は、希望のユーザー名とパスワードを入力してサインアップをクリックします。ログインできたらビートリーダーの設定は完了です。リプレイモッドも問題なく追加されていれば、この時点でリプレイが作成できる状態になっています。試しに何か1曲プレイして確認してみましょう。プレイ後、ステージクリア画面や曲選択画面にリプレイボタンが表示されていれば OK です。続いてリプレイモッドの設定を変更します。リプレイメニューの画面からリプレイモッドの設定に入りましょう。左側の FOV を40にします。画角の調整がしやすいようメタクエスト標準の録画機能と同じくらいの視野角にしています。慣れてきたら好みに応じて40以外の値で撮影してみましょう。続いて右側の設定でムーブメントボタンに AX を、トラベルフォワードにフロントトリガーを、トラベルバックワードにサイドトリガーを設定します。これも慣れてきたら好みの設定に変更して構いません。変更が済んだらリプレイモッドの設定画面を抜けましょう。リプレイメニューでカメラの状態をサードパーソンに変更したらアバター動画を撮影する準備は完了です。メタクエスト版ビートセーバーでは2つの方法でアバター動画を撮影できます。メタクエストの標準録画であれば縦型の動画を作成したり一部分だけ録画したりできます。ただしデメリットとして撮影中に頭を動かすと録画に反映されてしまう。録画に曲の長さ分の時間がそのままかかるかあります。もう一つのレンダー録画を使えば、設定によってはパソコン版と同等かそれ以上の画質で録画ができます。
また標準録画と違い自動で終了するため、録画中は放置しておいても OK です。ただしデメリットとして、録画にどれだけ時間がかかるか予測がつかない。いつの間にかビートセーバーがフリーズや強制終了して録画に失敗していることがあるなどがあります。どちらを使うかすぐに決める必要はないので、どんな動画を撮りたいかなんとなくイメージしておきましょう。両方試してみて、最後に目的に合った録画方法を使えば OK です。作りたい動画のイメージがなんとなくできたら画角決めを行いましょう。リプレイメニューでカメラ設定がサードパーソンになっていることを確認したら、ウォッチリプレイをクリックしましょう。ビートセーバーのプレイフィールドに移動し、アバターが自分のプレイを再現してくれています。左コントローラーのトリガーボタンを押せば前に、グリップボタンを押せば後ろに移動できます。また、X ボタンを押している間は、プレイフィールドを自由に動き回れます。ただし、バージョン 1.37 には位置リセットバグがあり、X ボタンを押すたびに初期位置に戻されてしまいます。目的の画角がイメージできたら、その方向に向かってトリガーボタンやグリップボタンで飛んでいき、細かい調整はリプレイモッドの設定画面で直接数値を変更した方が楽でしょう。ここで注意です。動画ではわからないと思いますが、プレイフィールドは X ボタンを押さない限り固定されており、顔の向きに地面もついてきます。慣れない間は非常に酔いやすいので、酔いそうな時は X ボタンを押すか VR ゴーグルを外すようにしましょう。なんとなく目的の画角の位置に来れたら、メタクエストの標準録画で試し撮りをします。レンダー録画を使う方も、とりあえず標準録画で試し撮りをしましょう。最終的に標準録画を使う方は、この時点でメタクエスト本体のカメラ設定を目的の設定に変更しておきましょう。レンダー録画の方はアスペクト比を横型、手ブレ補正は中に設定するとレンダー録画での画角に近くなります。メタクエストの標準録画は右コントローラーのクエストボタンとトリガーボタンを同時長押しするとすぐに録画開始・終了できます。便利なショートカットなので覚えておきましょう。画角を確認するだけなので5秒ほど録画したらすぐに停止してしまって OK です。ファイラーアプリなどを使って撮影した動画を確認しましょう。理想の画角になるまで撮影、確認、調整を繰り返します。理想通りの画角になったら最終的な録画作業を始めましょう。標準録画を使う方はウォッチリプレイを押して素早く録画を開始するだけです。録画中にメタクエスト本体が動くと映像がブレてしまうため、メタクエストを机などに置いてからウォッチリプレイを押すことをお勧めします。もしメタクエストを外すと画面表示がオフになってしまうときは、メタクエスト本体の近接センサーをテープで塞ぐとスリープを無効化できます。レンダー録画を使う方は、レンダー録画用にリプレイの設定を一部変更しましょう。まず、レンダー録画での画角を確認するため、仮録画用の設定をします。左側に表示されているブルームとショックウェーブを無効に、PC ミラーをオフに、アンチエイリアスを0にしましょう。そしてレゾリューションを720の1280に、ビットレートを2500に、FPS を15にします。レンダータブに切り替え、アローポーズスを有効にしたら仮録画の準備は OK です。リプレイメニューに戻り、サードパーソンになっていることを確認したら、レンダーリプレイをクリックしましょう。レンダー録画が始まるので、10秒ほど進行したら、左コントローラーのメニューボタンを押してポーズメニューを開き、メニューを押して戻りましょう。
これでメタクエスト内部ストレージのレンダーズフォルダにレンダー録画したファイルが作成されます。これもファイラーアプリなどを使って画角を確認しましょう。もし目的通りの画角でなければ、再びウォッチリプレイで画角を調整してレンダーリプレイで出力、画角の確認を繰り返します。目的の画角になったら、リプレイの設定を本録画用の設定に変更しましょう。適切な設定はご使用のメタクエスト本体と使用しているモッドやアバター、曲の演出などによって異なります。私は今表示しているような最低限の設定で出力することが多いですが、このあたりは好みで設定してください。グラフィックスの設定が済んだら、レンダータブに切り替えて、リングを有効にしましょう。あとはリプレイメニューに戻り、レンダーリプレイを押して出力の完了を待つだけです。基本的には放置で OK ですが、たまにビートセーバーが終了していることがあります。あまりにも時間がかかっているようなら、画面を確認するようにしましょう。正常に完了すれば、チーンという音が鳴ります。何度やってもビートセーバーが強制終了する場合は、特定の場面でメタクエストの性能が不足して処理しきれずに落ちている可能性があります。その場合はリプレイの設定で解像度や FPS を下げたり、ビートセーバー本体の設定で曲の背景を簡易的なものに変えたりして出力の負荷を下げると出力できるかもしれません。レンダーフォルダに出力された動画はメタクエストから直接 SNS にアップするか、メタクエストとパソコンを接続するなどして回収しましょう。ここまでがアバター動画作成の基本です。続いて VRM アバターを使った動画の作成方法を説明します。メタクエスト版ビートセーバーで VRM アバターを使用するには VRMQ アバターズというモッドを使用します。しかし残念なことに、このモッドはビートセーバーのバージョン 1.28 にしか対応していません。Mods Before Friday は 1.35 以上のバージョンにしか対応していないため、別の方法でビートセーバーをダウングレード・改造する必要があります。ダウングレードや改造の方法は今回の動画の本題から外れるので簡単にしか説明しません。詳しい方法はブログで解説しているのでそちらを参考にしてください。まずは QAVS を使って 1.28 へダウングレードしましょう。ダウングレードが済んだらメタクエストとパソコンを接続してクエストパッチャーでビートセーバーを改造します。この時必ずクエストローダーでパッチを当ててください。改造が終わったらこのままクエストパッチャーを使って必要なモッドを導入しましょう。クエストビートセーバーモッツのサイトからコアモッドとアバター動画に必要なビートリーダー、リプレイ、VRMQ アバターズの3つのモッドをダウンロードします。クローマやマッピングエクステンションなど他にも必要なモッドがあれば一緒にダウンロードしておくと良いでしょう。ダウンロードした Q モッドファイルはクエストパッチャーのモッドマネジメントからインストールできます。必要なモッドが追加できたら VRMQ アバターズを使う準備は完了です。VRM ファイルを配置するフォルダを作成するためビートセーバーを一度起動しておきましょう。モッドが正常に追加されていれば VRMQ アバターズの鏡が目の前に表示されます。鏡があることが確認できたらビートセーバーを終了しましょう。動画に使う VRM アバターを用意しましょう。アバターは Vroid Hub やブース、ニコニ立体などでダウンロードできます。なお注意点として
VRMQ アバターズは VRM0.0 フォーマットにしか対応していません。また VRM0.0 フォーマットでも動くものと動かないものがあるのでご注意ください。ダウンロードした VRM ファイルはメタクエスト内の指定の場所に配置しましょう。今回はクエストストアからインストールできる Unexplorer VR ファイルマネージャーを使ってダウンロードした VRM ファイルを指定の場所に移動しています。ビートセーバーを起動して VRMQ アバターズを使う準備をしましょう。鏡は右端の白い部分をトリガーボタンで掴むことで移動できます。邪魔であれば横に避けておきましょう。まずはビートセーバーのバージョンを切り替えたので、改めてビートリーダーにログインし、リプレイモッドの設定をしましょう。変更点として、リプレイモッドのイネイブルアバターを無効にしてください。この設定のアバターとは、ビートセーバー公式アバターのことで、VRM アバターのことではありません。これが有効のままだと、公式アバターと VRM アバターの両方が表示されてしまいます。また PC ウォールズは無効にしておきましょう。これが有効だと壁が波打ってしまい、アバターが見えづらくなります。加えてレコード SFX も有効にしておきましょう。これが無効だとノーズのカット音やミス音が録音されません。ビートリーダーとリプレイの準備が済んだら VRMQ アバターズの設定をしましょう。モッツメニューのアバターズから表示するアバターを選択します。初めて読み込むアバターではアバターの使用条件が表示されます。内容を確認してアグリー&キャリブレートをクリックしましょう。キャリブレーションの時間が3秒間取られるので、実際に T ポーズをとってアバターの大きさを調整します。鏡を使ってアバターが同じように動くことを確認しましょう。もし鏡が小さくて見えない場合は、左側のミラータブから大きさを変更できます。アバターの調整が気に入らない場合は、左側のキャリブレーションタブで腕の長さを基準にするか、身長を基準にするか設定できます。フィックストに設定すれば、フィックストスケールの値で自由にアバターの大きさを設定できます。キャリブレーションタブの設定を変更したら、正面のリキャリブレートボタンを押して、もう一度 T ポーズを取り、設定をアバターに反映させましょう。地面の高さは VRIK 設定で変更できるので、アバターの大きさは T ポーズの時にセイバーを握っていられる大きさで調節することをお勧めします。地面の調節が必要であれば VRIK タブに切り替えましょう。グラウンド Y オフセットで地面の高さを上下できます。どれくらいの高さがいいかは好みですが、私は足がピンと伸びる少し手前の高さに設定するのが好きです。棒出しで設定するのではなく、自分のプレイ時の姿勢や動きを想像しながら地面の高さを決めましょう。すべての項目を細かく説明はできませんが、VRIK の項目は非常に重要です。見た目や動作に大きな異常がある場合は、IK タブの項目を変更すれば修正できる可能性があります。また、動作の細かな調整は、ロコモーションタブの項目で設定できます。特にロコモーションの4項目がうまく調整できれば、棒立ち感を大きく減らすことができます。ぜひこだわって調節してみてください。VRMQ アバターズには多くの設定項目がありますが、最低限全員が触るべき項目は以上です。アバターの調節ができたら、鏡は邪魔になるので表示にしましょう。ミラータブに切り替え、スイッチを無効にすれば鏡を表示にできます。なお、フルトラでの動作について、VRMQ アバターズの公式ドキュメントによると、VMC プロトコルを利用したスライム VR、もしくはその他の方法で可能との記載があります。しかし、私が試したところ、TDPT を利用した VMC プロトコルではうまく動作しませんでした。
もしスライム VR 対応トラッカーをお持ちで試した方がいらっしゃれば、フルトラができたか、リプレイの録画に下半身の動きが反映されたかなど、試した結果をぜひコメントで教えてください。実際にアバター動画を撮る方法は公式アバターの時と同じです。標準録画で画角を調節して、目的の画角になったら本録画をしましょう。公式アバターの時との違いとして、バージョン 1.28 のリプレイモッドでは位置リセットバグがありません。そのため、調節時は常に X ボタンを押しながら調節するといいかもしれません。微調節も X ボタンを押しながら少し顔を傾けるだけでできます。上下は変えずに右に移動したい、回転はさせたくないといった時にだけ設定画面から値を修正すると良いでしょう。調節が済んだら、標準録画を使う方はウォッチリプレイを押してから録画ショートカットで素早く録画を開始しましょう。レンダー録画を使う方はレンダーリプレイを押しましょう。最後にビートセーバーのバージョン 1.28 でのみ使える小ネタを少しだけ紹介します。標準録画時のみ録画中にリアルタイムで操作することでアバターの表情を変更できます。表情を変えるには VRMQ アバターズのフェイス設定で事前に表情の設定を割り当てておく必要があります。背後から撮影するとアバターの表情は見えないので、鏡を顔に追従させて画角で鏡をドアップで映り込ませるか、顔のアップを別撮りで録画して動画編集で合わせると良いでしょう。1.28 時点のリプレイモッドにはアバター表示バグがあり、メニューボタンからカメラ設定を変更しても曲をリスタートするまでアバターの表示が反映されません。これを利用してサードパーソンカメラで開始し、すぐにスムースカメラに変更することでアバターの背後を追従する動画を撮影できます。スムースカメラの画角調整はリプレイモッドの設定画面からできます。ストリーマーツールスモッドを使えば配信などで見かける曲情報が付属した動画を作成できます。ただしこれはメタクエスト単体ではできず、パソコンの OBS などと組み合わせる必要があります。ストリーマーツールスを導入して曲をプレイするとパソコンで曲情報が拾えるようになります。リプレイ中でも曲情報が拾えるので OBS で曲情報だけの画面を録画しましょう。あとは標準録画もしくはレンダー録画で出力した動画と曲情報を録画した動画を合成すれば OK です。以上、メタクエスト版ビートセーバーでアバター動画を作成する方法を解説しました。メタクエスト単体で手軽にアバター動画を作れるのは魅力ですが、演出面やウルトラアバターの有無など、どうしてもパソコン版で作った動画には見劣りしてしまいます。クエスト版ビートセーバーはクロスバイに対応しているので、クエスト版を購入すれば、リフト版も購入済みとなり、追加料金不要でパソコン版ビートセーバーをプレイできます。本格的なアバター動画が撮りたい方は、リフト版を使ってアバター動画に挑戦してみましょう。今後もこのチャンネルではメタクエストの情報を中心に変わった使い方やおすすめのゲームアプリなどを紹介します。もしこの動画がためになったなら、高評価、チャンネル登録していただけると今後の励みになります。また、毎日19時にゲームの割引や無料化の情報、もしくは私が実際に遊んだ VR ゲームの短いレビューのいずれかを投稿しています。次にプレイする VR ゲームを探している方も、ぜひチャンネル登録して新しい情報をお待ちいただければと思います。いい情報は共有したい。お前のためが俺んため。宗亮でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。